皆さんは月が毎年少しずつ地球から離れていることをご存知でしょうか？その距離は年間 3.8 センチ。現在の地球と月の間は38万 km。これは新幹線で休みなく走り続けても53日、光の速度で 1.3 秒かかる距離です。でも本日はこの距離を逆に縮めていきます。段階的にゼロまで距離を縮めるごとにとんでもないことが起こるんです。そしてある距離を超えた瞬間、月は月でなくなります。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。本日は月と地球の距離を少しずつ縮めていったら一体何が起こるのか、そして本当にぶつかったら地球はどうなるのかを段階的に検証していきます。この動画を見終える頃には今夜の月の見え方が少しだけ変わっているのかもしれません。それでは参りましょうか。まず検証を始める前に月がどれくらいの天体なのかを確認しておきます。月の直径は約 3474km、地球の約4分の1の大きさです。この 3474km がどれくらいかというと、日本列島の端から端が約 3000km ですから、月は日本列島がすっぽり収まるくらいの大きさなんです。この巨大な天体をまずは現在の距離の半分、20万 km まで近づけてみます。皆さんは月が今の2倍の大きさで夜空に浮かんでいる光景を想像できますでしょうか？距離が半分になるということは見かけの大きさが2倍になるということです。夜空を見上げると今よりはっきりと月のクレーターが肉眼で見えるようになります。ただ変わるのは月の見た目だけではありません。月が近づくと海が暴れ始めます。皆さんも海で潮の満ち引きを経験したことがあると思います。あの現象を引き起こしているのが月の重力の潮汐力です。ただこの潮汐力が20万 km 地点で一気に牙を剥くんです。潮汐力には厄介な性質があります。距離が半分になるだけで力はなんと一気に約8倍に跳ね上がるんです。現在の満潮と干潮の差はだいたい1から2メートルですが、これが数メートル以上になります。東京で言えば2階建ての建物が水に沈むくらいの潮位差が毎日やってくることになります。沿岸部の都市はほぼ機能しなくなるということです。ただ、これはまだ始まりに過ぎません。ここからさらに月を近づけると、もはや海だけの問題ではなくなります。次に月を5万 km 程度にまで近づけてみましょう。5万 km がどれくらいかというと、国際宇宙ステーションが飛んでいるのが高度約 400km、GPS 衛星が高度約2万 km、月が5万 km にいるということは GPS 衛星のさらに2倍以上先まで来ているということです。この距離になると月の重力が GPS 衛星の軌道を乱し始めます。カーナビやスマホの地図が狂い始める距離です。ただ恐ろしいのは GPS どころの話ではないということです。潮汐力は距離5万 km だと現在の数百倍にまで跳ね上がります。先ほどの日ではない規模です。海面の上下は数十メートル規模になります。これは10階建てのビルが丸ごと水没するレベルです。しかも引っ張られるのは海水だけではありません。地面そのものが月の重力で引っ張られ、地殻が上下に変形し始めます。地殻というのは地球の表面を覆う岩盤のことですが、この岩盤が月に引っ張られて歪むんです。その結果、世界中で大規模な地震と火山噴火が連鎖的に発生します。ここまでだけでも十分に壊滅的ですが、この距離だと実は地球の自転にもブレーキがかかるんです。これは月の重力が地球の回転を引きずるためです。現在の24時間の1日が数時間単位で長くなっていきます。ただ、本当の問題はこの先にあります。月をさらに近づけていくと、ある距離で取り返しのつかないことが起こるんです。地球の中心から約 18,470km、地表からだと約 12,100km、この距離にロッシュ限界と呼ばれるラインがあります。皆さんは月が砕けると聞いてどういう状況を想像しますでしょうか？ロッシュ限界というのは天体が自分の重力で形を保てなくなる境界線のことです。もう少し具体的に説明します。そもそも月には自分自身を丸くまとめている重力があります。だから月は球体でいられるわけです。一方で地球
球も月を引っ張っています。ただ、地球に近い側の月面と地球から遠い側の月面では引っ張られる力に差が生まれます。地球に近い側はより強く引っ張られ、遠い側はあまり引っ張られない。この近い側と遠い側で力が違うという差こそが潮汐力の正体です。つまり、潮汐力というのは天体を両側から引き伸ばすように働く力なんです。ロッシュ限界を超えると、この潮汐力が月自身の重力を上回ります。つまり、月が自分の形を保とうとする力よりも引き裂かれる力の方が強く働くんです。実はこのラインに近づく前から月にはある異変が起きています。距離が縮まるにつれて月は少しずつ楕円形に引き伸ばされていくんです。両端を引っ張られた粘土のように。ではこのラインを越えたら一体何が起こるのか。18,470km 月は砕けます。先ほど確認した通り、日本列島がすっぽり収まるサイズの天体がバラバラに崩壊するんです。では、砕けた破片はどうなるのか。破片は地球の周りに輪状に広がっていきます。つまり地球に土星のようなリングができるんです。月は地球にぶつかる前に砕けてしまう。これが物理学が示す答えです。ただし、これで安全かというと、そういうわけでもありません。砕けた破片の一部は地球の重力に引っ張られて地球に降り注ぎます。直径数百メートルから数キロメートルの岩石が隕石の雨となって衝突するんです。6600万年前に恐竜を絶滅させた隕石が直径約 10km だったことを考えると、それを上回る規模の衝突が何度も繰り返されることになります。では、もしこのロッシュ限界を無視して月が砕けずに地球に丸ごと衝突したら一体何が起こるのでしょうか。月の直径は約 3474km、恐竜を絶滅させた隕石の直径は約 10km です。つまり月はあの隕石の約350倍の大きさです。衝突のエネルギーは恐竜絶滅時のなんと数万倍以上に達します。あの衝突ですら地球上の生命の 75% を消し去ったわけですから、その数万倍が一体何を意味するのか。衝突した瞬間、衝突地点の地殻が蒸発します。数秒後、衝撃波が地球の裏側まで駆け抜け、数分後には地表の岩盤が溶け始める。そして数時間後、惑星全体がマグマの海に覆われていきます。このマグマの海をマグマオーシャンと呼びます。ちなみに地球が丸ごと砕けてしまうんじゃないかと思われる方もいるかもしれません。ただ実は地球を完全にバラバラにするには月の衝突エネルギーの約4000倍ものエネルギーが必要です。なので地球本体は耐えます。ただし表面は完全に溶けきります。大気も衝撃で剥ぎ取られ、地球は一時的に灼熱の岩石の塊に戻ります。海も大気も大陸も生命の痕跡すら全部なくなります。ただ話はここでは終わりません。実はこれとほぼ同じことが過去にも起きているんです。今からおよそ45億年前、地球が誕生してまだ数千万年しか経っていない頃の話です。まだ生まれたばかりの原始地球に火星とほぼ同じサイズの天体が秒速10キロ以上の猛スピードで突っ込みました。先ほどのロッシュ限界で砕けなかったのは早すぎて崩壊する暇がなかったからです。この天体はティアと呼ばれています。ティアという名前はギリシャ神話の月の女神セレーネの母親から取られました。月を生んだ天体に月の母の名前がついているんです。エモいですね。衝突の規模は先ほどの月の衝突シミュレーションと同等かそれ以上でした。地球の一部とティアの破片が宇宙空間に大量に飛び散り、地球の周りを漂いました。 NASA のシミュレーションによると、飛び散った破片は互いの重力で引き合い、そして集まり合体していった。わずか数時間で一つの天体を形成したとされています。それが月です。つまり月を地球にぶつけるというのは45億年前に起きた実際の出来事の逆再生なんです。月は衝突によって生まれ、今も少しずつ年間約 3.8 センチずつ地球から離れ続けています。ちなみに今回のティアの衝突は天文学ではジャイアントインパクトと呼ばれていて、月の起源を説明する最も有力な仮説の一つです。ということでいかがでしたでしょうか。月を地球に近づけていったら一体何が起こるのかを段階的に検証してみました。38万キロという距離、普段意識することはないと思いますが、この絶妙な距離が潮汐を穏やかに保ち、地軸の傾きを安定させ、地球の自転速度を調節してくれています。今夜月を見上げる機会があったら、はるか38万キロメートルにある天体が45億年前の
巨大衝突から生まれたことを少しだけ思い出すと面白いのかもしれません。ちなみにこのシリーズ、月は最初の1本に過ぎません。次回は月の約2万5000倍もの質量を持つ木星を地球にぶつけてみます。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。